今回は、山家らしさま、遠慮する守護霊、神様と焚き火、超能力が使える先生、子猫と怪物、留学生と神社、という6つの話を紹介します。ではどうぞ。俺の家はものすごい田舎で、学校に行くにも往復12キロの道のりを、自転車で通わないといけない。バスも出てるけど、そんなに裕福な家でもないので、定期買うお金がもったいなかった。学校への道はちょっと遠回りだけど街中を通る道と、若干近道だけど山越えをする道と2つあるんだが、俺は山越えで汗だくになるのが嫌だったので、ほとんど街中のルートを通っていた。ある日学校の体育館で友達とバスケをして、すっかり遅くなった俺は急いで帰ろうと、自転車で山越えをしようとしていた。街中に入る道と山道に入る道の分岐点にある、コンビニで飲み物を買っていざ山越えに。日が沈み始めた山道は結構不気味で、日暮らしの鳴く声を聞くと、心細くなってやけに不安になる。戻って街中を通ろうかな、なんて思いつつ、ガッシャンガッシャン自転車を漕いでる途中に、もう、っていう表現しにくいうめき声のようなものが聞こえ、その瞬間に何かが背中にドスッと落ちてきた。上半身をぐっと下に押し付けられるような、強い圧迫感に襲われた俺は冷や汗とも油汗とも違う、妙な汗が体中から吹き出してきた。怖くて振り向けず、とりあえず一旦峠を越えようと、何かを背に乗せたまま必死に漕ぎ続けた。その間にも背中から、と変な声が聞こえている。絶対変なものを背負ってしまった。どうしよう。涙目になって自転車漕いでたら上り坂が終わり、峠の中腹の開けた場所に出た。息を切らしながら足をついて崖側の方に目を向けると、そこには小さな女の子がいた。夕日の色でよくわからなかったけど、白っぽいシャツの上にフード付きの上着と、デニムスカートを履いたセミロングで、年はだいたい6から7歳くらいの、かなり幼い子に見えた。車なんて通らない田舎の山道に、しかももうすぐ日が暮れてしまう山道に、子供なんているはずがない。背に乗った生物の件もあって、直感的に幽霊かなと考えた俺は、体が固まりその場から動けなくなってしまった。するとその子は小走りで俺の足元までやってきて、俺のことをじーっと見上げた。そのまま10秒くらい見つめたかと思うと、急に俺の太ももを埃を払うようにパンパンと叩いた。大丈夫だよ、安心して。実際は何も言わなかったが、そう言いたげににっこり笑うと、崖の向こう側に走っていき忽然と消えてしまった。崖下に落ちたと思って後を追いかけ、自転車を降りて覗いてみたけど、崖下には人が落ちた形跡はなかった。不思議なことに、女の子に太ももを叩かれてから背中の重みも消え、妙な声も聞こえなくなっていた。やっぱり、人間じゃなかったわけだ。結構暗くなってからやっとこさ家に帰った俺は、あの背中の妙なものと峠にいた女の子のことを、ばあちゃんに話してみることに。ばあちゃんはその話を聞くと、何の木かわからない葉っぱのたくさんついた枝を、家のどこからか持ってきて、俺の頭から背中、腰にかけて2、3回払った。一体何事かと聞くと、次のように答えた。お前が会ったのは、山家らしさま、だ。ばあちゃんの話によると、背中に落ちてきた謎の物体は、俺を向こうの世界に引っ張ろうとしていたものらしく、かなり立ちの悪いものだから、そのままだったら確実に引っ張られてたという。そして峠の途中で会った女の子こそが、山家らしさま、とかいう存在だそうだ。山家らしさま、は山の神様の子供で、全部で12人いるらしい。普段は人に対して特に何をするでもなく、山を遊び回ってるだけなのだが、俺についたものがよほど悪かったのか、それを払って捨ててくれたそうだ。無邪気で純粋な、山家らしさま、はきっと、とんでもないものを背負ってるお前がかわいそうに見えて、取ってくだすったんじゃろ。とのことだったので、俺はなんとか、山家らしさま、にお礼をしようと、お供え物をすることにした。昔は12足の小さなわらじを備えたらしく、それに倣って俺もわらじを備えようとしたんだけど、今時わらじなんてどこにも売ってなかった。ふと、山家らしさま、の姿を思い出すと、なかなか現代風な格好をしていたので、無理に昔と同じにしなくても良い気がした。そこでわらじの代わりとして、小児用の動きやすいスニーカーを12足備えることに。とりあえず2足買った翌朝の登校時、あの峠の中腹の草むらにスニーカーを揃えておいた。帰りになくなってるか確認したかったけど、ばあちゃんの話じゃ夕暮れの時間になると、良くないものがうろつくから危ないということだった。そのため俺は翌日の朝を待ち、再び登校時に同じ場所を見に行くと、見事に靴がなくなっていた。きっ
と、山家らし様、が気に入ってくれたんだろう、と思うとすごく嬉しかった。お小遣いの関係で1週間に2足ずつしか用意できない、けど来週には全部備えられる。走りやすいスニーカーを履いて山の中を遊び回る。山家らし様、たちの姿を想像すると、自然と顔がにやけてしまった。いつかまた目の前に現れてくれないかな。そんな淡い期待を抱く俺の投稿ルートは、自然と山越えになってしまったのだった。高校の頃、友達と朝釣りに行った。その道中、友達が山の方を見ながら、火の玉が見えると急に言い出した。俺には見えないが嘘とも思えなかったので、一応潮を取りに引き返すことになった。引き返している途中の横断歩道で、左右確認をしている俺の視界に、恐怖で籠城の引きつった、友達の顔が飛び込んできた。全く不思議な話なのだが、その時俺にも友達が何を見たのか分かった気がした。頭に浮かんだ妖怪のような男を友達に説明すると、友達もまさにそれと同じものを見たと答えた。頭が丸く小さく、両腕が鎌のようになっていて、小泣きじじいのようだが下半身はない。友達が言うにはそいつが俺の背中に、ランドセルのようにくっついていたらしい。それから大学に入ると、自称だが霊が見えるし話せるというやつと知り合い、そいつにその当時のことを話す機会があった。友達が見たものや、自分の頭に浮かんだイメージのことを伝えると、同一のもので間違いないそうだ。そいつが言うには俺も一緒に見てたんだが、それと認識できてなかったそうで、目には見えるが脳で認識してない状態だったらしい。いたずら好きの自爆霊でも見たんだろう、と言われたがあれは霊というより妖怪の姿だった。微妙に納得しない俺をさておいて、そいつは頼んでもない守護霊の話を始めた。それによると、つい一月前に死んだじいさんが、守護霊としてついてくれているそうだ。その当時付き合ってた、霊感のあるという彼女からも、同じこと言われたので間違いなさそうだった。俺と彼女が仲良くしてる最中、守護霊であるじいさんは遠慮して外に出ていくらしく、なんだか申し訳ない気分になった。私は現在大学の3年生ですが、これは2年生になってしばらくした時の話です。久しぶりに地元に帰り家族に近況報告を済ませると、なんとなく昔よく遊んだ近所の山に行ってみたくなりました。外は少し寒かったこともあり、私はウイスキーの酒瓶を片手に、軽く飲みながら出かけました。山に入り少し歩くと、昔と何ら変わってない景色が広がり、非常に懐かしい気持ちになりました。しばらくそうしてふらふら歩いていると、少し遠くの茂みから、こっちに来て飲まないか、と誘う男の声が聞こえました。茂みの周りは薄く照らし出されていて、焚き火をしている様子でした。寄っていたことも手伝い、別に怪しいとも思わず茂みに分け入ると、男が一人で焚き火をしながら魚を焼いていました。ウイスキーを渡すと珍しがって飲み始め、気に入ったのか上機嫌で私に焼いた魚を勧めながら、いろんな昔話を話し始めたのです。魚は美味しかったし話も面白く、とても楽しかったのを覚えています。しばらくするとそろそろ帰りなと言われたので、私はウイスキーの残りはプレゼントすると言いました。すると男は本当にウイスキーが気に入っていたようで、大量の魚や山菜などを明るい笑顔でくれました。その時になって、初めて私は男の顔を見たのですが、そこには目が一つしかありませんでした。なぜ今まで気づかなかったのかわかりませんが、怖さは不思議と感じませんでした。その後、祖母に土産を渡しその話をすると、それは山神だと教えられました。良いものに出会ったな。そう笑いながら話す祖母に耳を傾けながら、ああ、だから洋酒をあんなに気に入ったのか、と妙に納得してしまい、私も笑ってしまいました。もしまた山に入る機会があれば、今度は別なウイスキーを持っていこうと思います。いい話ですね。よろしければ、その山神様のしてくれた話の中身を、聞かせていただけませんか？話の内容としては、昔からその山と周辺を生活圏にしていた人たちの、生活の様子が主でした。山菜採りに来た親子がいたとか、子供が転んで大泣きするのを必死であやしていたとか、本当に何でもないことばかりだったんですが、身振り手振りをつけて親や子供を演じ分けたりと、なかなかの芸達者でしたね。自分が小学校3年生の時の話で、今から23年も前のことです。当時私のクラスの担任はおそらく30歳前後ぐらいの女の先生だったのですが、不思議な能力を持っていました。先生が授業中に生徒の方に背を向けて板書してる時、目を盗んで色々いたずらしていた人も多いかと思います。
私のクラスでも友達同士で手紙を回したり、何か物を投げたり、一瞬立ち上がって歩いたりと、いろいろやっていました。ですがその先生は完全にこちらに背を向けているのに、生徒がそういういたずらしてるのを、かなり的確に見抜くのです。〇〇、勝手に歩くな。〇〇、消しゴム投げるな。〇〇、と、〇〇、手紙回すんじゃない。そういうおのおののいたずらを、こちらに背を向けた状態で言い当てるので、みんながどうなっているのかと不思議がっていました。ある日の授業中に生徒の一人が、このことを直接聞き出そうと質問を投げました。先生、なんでこっち見てないのに、何やってるかわかるの？大人になったらね、頭の後ろに目があるみたいに、何やってるか見えるようになるの。神様がそういう能力を授けてくれるの。先生はきっぱりとそう言い切ったのです。もちろん、子供とはいえそんなこと信用するわけもなく、少し反抗心の強い男子生徒が、じゃあ先生、目をつむって後ろ向いて、と要求すると、先生は言われた通りに後ろを向き、黒板と向き合う形で目をつむりました。今僕何してる？彼は両腕をぐるぐると回しながら、挑発するような口調で尋ねました。両腕をぐるぐる回してる。先生はあっさりと言い当て、教室中がざわめきました。角度的に先生の横顔が見える位置にいましたが、先生の目は確かに閉じていたはずでした。仮に目が開いてたとしても目の前は大きな黒板で、物を映すような鏡のようなものは何もありません。メガネに反射した可能性もあったかもしれませんが、そもそも先生はメガネではありませんでした。先生、目開けてるでしょ？納得のいかない何人かの生徒はなおも先生を疑い、本当に目を閉じているか確認したいと言い出しました。いいですよ。どうぞ。こうした発言にも一切動じることなく、先生は余裕たっぷりに答えたのです。そして確か3人くらいが先生の前に回って、じっと先生の顔を監視した状態になり、実験が再開されました。さっき両腕を回した生徒は、今度は右腕を上げて手でチョキの形を作り、自身の状態について再び質問します。右腕を上に上げてチョキにしてる。先生は今回もすぐに言い当て、同時に前で確認していた生徒から、目つむってる。と不正がなかったことを証明する発言があったことで、またしても教室がどよめきました。じゃあこれは？黙っていられなくなったのか、今度は他の生徒が両腕を×にしてみせましたが、やはり先生は黒板に向き合ったまま、両腕を×印にしてるね、と的中させ、教室はもう軽いパニック状態。私も本当に驚いたから、この出来事はよく覚えている。じゃあこれは？僕は何やってるかわかる？次々言い出すものだから収集つかなくなり始め、先生はうんざりしたように、はいはい、そこまで。これでわかったでしょ？それじゃ授業続けるよ。とみんなを落ち着かせ、前に来ていた生徒も席に座らせ授業に戻った。でも、みんな不可解な顔をしていて、誰一人納得できていなかった。この不思議な出来事はクラスだけでなく、学年中に広がることとなり、あの先生は超能力者だ。ともっぱらの噂になった。私は純粋というか少し残念な子供だったので、先生が言っていた、大人になったら、のくだりをすっかり信じてしまった。それからおよそ1ヶ月もしないうちに、その先生は学校を突然辞めてしまいました。小学校の担任が途中でいきなり辞めたのもそうですが、次の先生が来るまで代わりに担任になったのが、教頭先生だったのもかなり珍しいことだったと思います。教頭先生が授業するって聞いた時はとても驚いたので、これもよく覚えているのです。先生が何も言わずに辞めた理由を当然みんなが聞きたがり、教頭先生は質問攻めにされたのですが、家庭の事情、以外の説明はありませんでした。夏休み明けに新しい担任が来たのですが、一連の出来事が印象的すぎたため、小学3年時の記憶はこれ以外あまり残っていません。この出来事の前後と同じように、その不思議な先生についての詳細も、特に何もありません。そして現在、私もその先生と同じくらいの、いい年の大人になりましたが、背中で物を見る能力、なんて当然授かってません。あの先生は一体何だったのでしょうか。仮に何かしらトリックがあったのだとしても、それを知りたかったなぁ。俺の家は祖父の代から自営業を営んでて、田舎にありがちな地域密着型の小さな店を経営しており、今は父が店を継いでる。
金曜の夜、いつものように帰宅した俺は、店の後片付けを手伝うべく、家から200メートルほどの距離があるその店へと向かった。裏口から店に入ると、父親が PC で事務処理をしていたので、ただいまと言って声をかけた。〇〇、お帰り。こっち手伝ってくれよ。俺は父の救援をいつものように適当にあしらい、事務所を出て店内に入っていった。店の中でテーブルなどの片付けを行う母を確認すると、当初の予定通りそちらの手伝いを始めた。黙々と後片付けをしていると、母の実家からやってきたいとこが、いろいろとお裾分けを持って訪ねてきた。父はまだ PC 作業が終わりそうにないというので、俺、母、いとこの3人で会話に花を咲かせていたんだが、さすがに店をずっと開けておくわけにもいかないので、兄には店裏のスペースに車を移動してもらい、店の扉を閉めることにした。自販機でみんなに飲み物を買おうと思った俺は、母にそのことを告げて店の扉から出た。母は了承すると俺が出た後そのまま鍵を閉め、店の奥へと向かっていった。裏から入れるから閉めてもいいとはいえ、どうせすぐそこなんだから、そのまま待ってて欲しかったな。そんなことを思いつつ、俺は自販機に向かった。自販機の前で何を買おうか迷っていると、不意にどこかから会話しているような声が聞こえてきた。その声はなぜか一人分だったため辺りを見回すと、夜道を誰かが歩いていたので、その人の独り言かと思われた。あの手の人か。この辺りは不審者が多いため、俺は深く考えずさらりと流した。まあ厳密に言えば不審者というわけではなく、知能障害や精神障害を持った、ずっと街中を徘徊している人たちである。家がどこにあるのかは知らないが、ずっと独り言を言いながら、近隣の店やスーパーをただ巡る人や、一日中公園にいる人など、とにかくそういう人間がそこらにいるのだ。たまに公共の場だというのに色々やらかして、警察に通報されるケースもある。基本的には昔から同じ人の顔を見てきているため、不審な人を見ても先ほどのような反応で落ち着いてしまう。またあの人か。このセリフを日常的に使用するあたりから、どれくらいそういった人たちとの遭遇率が高いのか、想像するのは難しくないと思う。話を戻すが、俺が見かけた人影は、今いるのとは車道を挟んで反対側の、歩道の少し先にあった。暗くて顔までは見えないが、そこから少し先の交差点にも誰かいるのが分かった。自転車に乗っているらしいその人物と例の人影とは、ここから見てもかなりの距離があったため、話し相手と仮定するにはだいぶ無理があった。やっぱり独り言か。またあの人たちの誰かだな。推測が済んで一人納得していた俺の足元から、突然猫の鳴き声が届いてきた。少し驚きつつ即座に顔を下に向けると、やたら可愛い子猫がいた。なんだ、お前どこから来たの？などと言っていると、当初の目的は飲み物を買うことだったと、いきなり思い出した。はっとしてお茶やコーヒーを適当に購入し、さっさと戻ろうと取り出し口に手を伸ばすと、甘えた声を出して子猫がすり寄ってきた。すべての飲み物を取り出して立ち上がっても、立ち去るどころか一歩も動く様子はない。ノラちゃんかな？ごめんね。今何も食べ物ないんだ。またね。逃げ出さないように優しく投げかけ、店に戻ろうと歩き出すも子猫は後をついてきた。立ち止まると一緒に止まるし、振り返るとその子も不思議そうに後ろを振り返る。これはあざとい。仕方なく小さなお供を連れた状態で裏口から店に戻ると、一目見た母がヘブン状態になった。やだなにこの猫ちっちゃい、かわいい。自販機のところで出会ってついてきたことと、道すがらの猫とのやりとりを説明すると、母といとこは子猫に夢中になった。しばらくの間片付けの手を休めて飲み物でも、という話だったはずなのに、その場の全員が猫のことしか考えられなくなっていた。事務所の中で改めて大きさを確認し、子猫は生後4ヶ月くらいだろうということが分かった。灰色の長毛で、手触りのいいふわふわの毛並みに、金の瞳がキラキラしていた。今思えば、首輪はなかったものの、子猫は野良という感じではなかった。今年のゴールデンウィークにあった、不思議な体験について書かせてもらいます。私の家にはスーザン、カメイ、という、サンディエゴからの留学生が滞在していました。母は婚前に英語の教師をしていた影響か、海外の留学生を受け入れることを好んでおり、私が高校を卒業したあたりから、各年で自宅に留学生をホームステイさせていました。
スーザンは私がいる前では、片言ながらも日本語でコミュニケーションを取ろうと、必ず日本語を話していました。しかし難しい話題になると言葉に詰まることも多く、意思の疎通に必要な単語が互いに出てこなくなります。会話をつなげるため私が辞書片手に英語を使うと、スーザンはものすごい剣幕で怒りました。日本語の勉強にならないからやめてほしい、というスーザンの主張を尊重する形で、私も彼女には日本語しか話しませんでした。言葉の問題はありましたが、スーザンは私と同年代ということもあり、恋愛の話などを気楽にできるいい友達でした。ゴールデンウィークのある日、スーザンと一緒にドライブで少し田舎の方まで、一泊二日で出かけることになりました。この旅行計画は私が企画したもので、二つ隣の県にあるお城を見に行くのが目的でした。我が家は割と都市部のゴミゴミした場所にあり、スーザンは毎日混み合う電車で通学する必要がありました。スーザンは日本の自然がとても好きでしたので、たまには美味しい空気を吸わせてあげようと思ったのです。私は運転に不慣れですが、カーナビのおかげで道に迷うこともなく、天気も晴れ渡っていて心地よい風を感じられ、畑が広がる田舎の県道を颯爽と走っていました。100メートル先、左折です。カーナビの指示に従い、私は小さな交差点で左にウインカーを上げ、ブレーキを踏みました。道の先を見ると大きな交差点があり、カーナビが曲がれと指示した場所は、あっちの大きな交差点だったことに気づきました。しかし減速してウインカーを上げた以上、曲がらないわけにはいきませんでした。後ろからにぴったり車がついてきていたこともあり、私は仕方なくて前の交差点を左折すると、農道のような一本道を走りました。父から借りたワンボックスが大きいのもありましたが、道幅がとにかく狭いので U ターンが難しく、横道がないために折り返すこともできず、しばらく道なりに進みました。結構長いことまっすぐ進んでいくと、いつの間にか周囲は住宅街になっていました。木造の古い家が両側に立ち並んでいて、住宅街というよりも集落のような感じでした。前方には山があり道も続いていたため、入ってしまう前に早く引き返したかったのですが、なかなか折り返すチャンスがありません。焦っていると20台ほどは駐車できそうな、広めの駐車場を発見しました。そのスペースを使えば十分折り返せそうだったため、これ幸いと入り込むと、そこは神社の駐車場でした。駐車場には白地に黒で、学用成就、成就祈願、などと書かれた上りが何本も立ち並んでいます。これ、何が書いてあるの？そう聞かれた私が学用成就の意味を教えると、日本文化なら何にでも興味を示すスーザンが、わかりやすくはしゃぎ出しました。そして神社の中を見て回りたいと言い出したので、私は休憩も兼ねて一旦車を降り、スーザンと一緒に神社を回ることにしました。境内はお城のような高い白壁の塀に囲まれ、全く中が見えません。塀の切れ目に鳥居が立っており、そこをくぐって中へ入るとびっくり、外からは想像もつかないほど広くてとても綺麗なんです。手入れが行き届いた植木たちに、真っ平らな砂の地面は、まるで京都の観光地のようです。境内には涼しげに小川が流れていて、小川の向こう側は木がうっそうと茂る山があります。私も多くの神社を見てきたわけではありませんが、これだけの美しさと規模感の神社というのは、かなり珍しい感じがしました。境内にほうきを持った若い神主さんらしき人を見かけ、不意に目が合うと向こうから話しかけてきました。年末や受験前シーズンならまだしも、この時期に若い女性が来るなんて珍しい。男性はその位置のままスーザンの方に向き直ると、それ以上に、海外の方が来るなんて、初めてかもしれない。と物珍しそうに言いました。その男性に学用成就のお守りを売ってもらい、スーザンにプレゼントすると、ごゆっくり休んでいってください。という言葉に甘え、境内のベンチに座って少し休んでいくことにしました。慣れない長時間の運転で思いのほか疲れていたようで、私は自販機で買ったジュースを片手に、ふーと息をついて脱力しました。ふと周囲を見渡してみると、連休中だというのに私たち以外に参拝客がおらず、驚くくらい静かでした。そんな静寂に包まれた空間の中で、自然と日本の伝統建築物が大好きなスーザンは、興奮気味に動き回っています。ねえねえ、あれは何？騒ぐスーザンの指さす先には小川があり、さらにその向こう側には鳥居がありました。神社の中にまた鳥居があるなんて不思議だな、と思いながらその先をよく見ると、山の中へ入っていく石段のようなものが見えました。スーザンが興味津々のため、
私も一緒に鳥居へ近づいていくと、その鳥居は女性の腰くらいの高さの、とても小さなものであることがわかりました。あの小さな鳥居をくぐりたい。スーザンが飛び跳ねながらそう言い出したため、仕方なく向こう側まで行ってみることになりました。ところが、小川沿いに境内を橋まで歩いて探しても、向こう岸に渡ることができそうな道や橋は、全く見当たりませんでした。どうしたものかと悩んで足元の川に視線を落とすと、小川の幅は3メートルほどしかなく、くるぶしあたりまでの深さしかありませんでした。今日は暑いくらいのいい天気だし、と私たちは靴と靴下を脱いで裾を上げると、向こう岸まで直接歩いて渡ることにしたのです。あっという間に向こう岸まで渡り靴を履き直すと、スーザンはすぐさま四つん這いになって、その小さな鳥居をくぐりました。私もジーンズを汚しながら、四つん這いになって鳥居をくぐると、スーザンと顔を合わせて笑いました。鳥居の奥の山へ登っていく石段を見上げると、私は急にその先に何があるのか、どうにも気になってしまいました。スーザンも同じ思いだったらしく、私たちは何も言わず、無言で石段を登り始めました。石段はすぐに終わり、普通の参道になりました。木で日光が遮られ、とても涼しくていい気分です。さらに上へ上へと足を進めていくと、また小さな鳥居があり、再び石段が始まりました。鳥居の横には石碑が立っており、そこに神社の名前が書いてあったのですが、それは私たちが最初に入った、あの大きな神社とは全く違う名前でした。不思議に思いながらも先へ進もうとすると、地面が濡れていたため四つん這いになることに、いささかの抵抗がありました。仕方なしに鳥居の外側を回り、さらに石段を少し登ると人影が見えました。それは歌を歌っている二人組の子供でしたが、よくよく歌声に耳を傾けると二人は子供ではなく、小さな老婆であることがわかりました。老婆たちはこの暑さの中、毛糸で編まれた厚手のカーディガンを着ています。そして二人ともこちらに気づいているはずなのに、歌をやめる気配は全くありません。その歌も全く聞き慣れない内容で、どうかあと10年生かしてほしい。ありがたき。などの単語が出てくる不思議なものでした。石段がある坂の左手に小さなお堂があり、老婆たちはそこへ向かって手を合わせていました。その姿を見た私がなんとなく、老婆たちの背中越しにそのお堂に手を合わせると、私の動きにつられてスーザンも手を合わせました。お堂にはナスやピーマン、キャベツといった野菜が、大量にお供えされています。その上の段には大豆のような形で、表面がガタガタの球体がありました。大きさはバスケットボールよりも、二回り小さいくらいでしょうか。どうやら石でできているようで光沢感があり、木の間から差し込む光に反射しています。こうした奇妙な体験をした後、石段を降りて戻るとあの男性がいました。男性は私たちの車が駐車場にあるのに、姿が見えないことを心配して、辺りを探してくれていたそうです。まさか、あの深い川で水浴びしてるなんて、思いもしなかった。この発言に疑問を持った私が、くるぶしの高さしかない浅い川であることを伝えると、男性はなぜかひどく驚いていました。さらに、私たちが石段を登った先で見たものについて話すと、男性の顔が一気に青くなりました。次の瞬間、石段の上へ行ったことについて、なぜ行ってしまったのかと怒り出したため、あの老婆たちについて深く聞こうとすると、いるはずがない、入れないように橋を撤去した。と言って震え出したのです。早く帰った方がいい。今日のことは忘れた方がいい。本当はもっと詳しく聞きたかったのですが、男性の尋常ではない対応を前にして、それ以上質問を続けることはできませんでした。半ば追い出されるように神社を後にすると、不意にスーザンが気分が悪いと言い出しました。スーザンの体調を懸念し、私はそのまま自宅へ引き返すことにしました。車を発進させ神社の駐車場を出たのは、お昼を少し過ぎたあたりでしたが、住宅街を抜けて県道へ出て、見慣れた道を走ると意外なことに、ものの30分くらいで自宅へと到着しました。スーザンはその後風邪をひき、食べ物も喉を通らないほどの高熱を出したため、病院で点滴を受けることになってしまいました。スーザンは8月に帰国してからも健在で、未だにメールの交換を続けているのですが、あの日のことはよく覚えていないそうです。神社の川で溺れたのは覚えているんだけど、これが彼女の唯一の記憶のようですが、事実とは異なる内容に私は首をかしげてしまいました。あの老婆たちは何者だったのか？小川の向こう側の小さな神社の正体は何だったのか？気になるものの、あそこへもう一度足を運ぶ勇気がありません。
もしくはスーザンの言うことこそが真実で、私一人が白チュームを見たのでしょうか。詳細は今も不明ですが、今でもたまに石段を登る夢を見ることがあります。話は以上となります。コメントをしていただけると、動画制作の励みになります。チャンネル登録と高評価もお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。